もうね、一日たりとも欠かしたくないんですよ。やっぱり関西の劇団ですから。アドリブとか禁止そうかなみたいな。うわ、靴蹴った。いらっしゃいませ。カフェフォーリーフへようこそ。クローバーズ代表の小山です。ここではクローバーズの社員たちが気になることを勝手気ままにおしゃべりしています。どうぞ皆さんもお好きな一杯とともにお楽しみください。毎回違うんですよ。やっぱりその舞台って生ものなんで、そこがね、僕もその舞台、その宝塚にハマった理由で、映画もそのものすごい演出をして素晴らしいエンターテインメントだと思うんですけど、やっぱりその舞台って演者さんがその今この瞬間のためにこの時間と時をこう共有していてパフォーマンスしてくれてるっていうこのプレミアム体験で、やっぱりそのその時の、会場の空気感とかも多分あったりするのか、やっぱり微妙なニュアンスが違ったりするんで、僕がね5回見たのは大空悠飛さんのホレイショー・ネルソンのトラファルガーなんですよ。僕は大阪で3回見て東京で2回見たんですけど、兵庫の宝塚大劇場で1ヶ月上演した後、1ヶ月間の休憩があって、で1ヶ月後に東京でまた1ヶ月の公演をするっていうスケジュールでやってるんですけど、なんかどうも真ん中の1ヶ月でもやっぱりここでもお稽古があって、その演出家の先生によってはちょっと演出変えたりもするみたいで、これがねちょっと違うんですよ、この大阪版と東京版で。あんなの見せられたらもうね、一日たりとも欠かしたくないんですよ。この会社で仕事してる時も、今日俺が行ってない、今この瞬間にもやってるやつはまた違うんだろうかとか、千秋楽になるとやっぱり演者さんも最後だから気分が乗ってくるから、上演時間がちょっと長かったりするんですよ。ものすごい演技をためたりとかってすることでこうちょっと長くなってっていう、そこもちょっとね見どころだったりしてね。その組とかパフォーマンスするジェンヌさんによってはアドリブもね、入ったりするんで。そのアドリブって結構あるんですか？アドリブね、俺宝塚ってすごい厳格だと思ってたんだけど、脚本家の先生によってはアドリブ禁止って人もいるらしいんだけど、思いのほかね、結構なんかそのエンターテイナーとして楽しいことやってくれて。やっぱり関西の劇団ですから。なんかすごい、私は1回とかしか行かないからわかんないけど、常連さんがめっちゃ笑ってたりするのは今のアドリブだったんです。そうなんですよ。そう。なんか勝手なイメージで僕も今亀谷さんが言ってたようにアドリブとか禁止そうかなみたいなって思うでしょ。なんとなくね、意外や意外アドリブ結構やるんですよ。しかもうまいんですよ。ちゃんとメリハリが効いてて、たまになんか外部とか見ると長すぎてちょっとどこからどこまでアドリブで身内ネタでみたいなのが分かんないんですけど、突然ぶっ込んでくるんで、もう本当にそれがもう大笑いしすぎちゃって、もうなんかね止まんない時もありますね。僕あんまり遭遇したことないんですけど、生ものなんでトラブルとかもあって、そのトラブルのフォローの仕方もうまくて、僕が見たのはショーの時にそのトップスターさんと娘役さんとでデュエットダンスを踊ってる時に、娘役さんの耳飾りがポトッと落ちたんですよ。でそのまま本当は踊り終わってはけるんですけど、次にも他のこのダンスがあるんで、やっぱりそういうもの落ちてると邪魔じゃないですか。これをその男役さんがこう回転する身の振りの時にちょっと姿勢を下げて床からスッて拾ったんですよ。かっこいい。で拾って2人でくるくるくるってなって手を合わせるシーンで娘役さんに渡してるんですよ。かっこいい。すごい。あうんの呼吸ですよね、受け取る方も。ほんでくるくるくるってなって、その時娘役さんがはけていって、残ったそのトップスターさんだけでのダンスがあったんで、それで多分渡したと思うんですけど、これはすごいあうんの呼吸だなと。あともう一個見たのが野々すみかちゃんが大空悠飛さんとコンビで踊ってる時に、おそらくよく見えなかったんですけど、ヒールが折れたかなんかしたんですよ、踊ってる最中に。それを足を振り上げるこの振り付けを大きくやって舞台袖にポーンって蹴り出したんですよ靴をスポーンって。
うわ靴蹴った。その後はだから片足素足で踊ってて、すごい。何らかのこれ靴にトラブルあったんだなと思って、でもそのなんていうかいなし方っていうのか、うまいなと思って、プロだなと思いますよね。結構そうなんかミスしたらショックでちょっと止まりそうです。そうなんですよ。なんかそれもだからアドリブとかでこなしたりとかするみたいなんですよね。ちょっと笑いに変えてとか。宝塚厳格なイメージあったんですけど、そういう柔軟さもあって、ぜひね見に行ってほしいですよね。見に行ってほしい。配信があります。配信がでもなんかやっぱ配信で見るよりはなんかその舞台で見た方がいいんだろうなってすごく思いますね。ただハードルとか雰囲気が分かんない場合はその千秋楽で毎回毎公演東京とあと大劇場とっていうので千秋楽に楽天とかそういう配信サービスで3500円でなんと見れる。そうあれさ楽天だけだよね今ね配信で見れるの。Hulu かなんかもう一件あったと思うんですよね。あとはなんか自前でサービスも始めた。そうなの？なんでそこでもやったりするのか。あとは映画館、東宝の映画館で。パブリックビューね。はい、パブリックビュー。あれもあれでちょっとライブ感があって面白い。俺宝塚サブスクがあったら間違いなく入りたいんだけど。あれありますよ。あるの？ありますよ今携帯で。ある？携帯で？はいアプリであってそこで映像も結構。テレビでは見れないの？テレビではつなげばスマホつなげば見れるのかな？見れると思います。あそうなんだ。ちょっとまた教えてください。わかりました。そう私も入ろうって思って入れてなくて。そう過去の作品見たくてさ。それとかだったら過去の作品なんかフル HD とかで配信してくれるのかな。Amazon で一応過去の作品ありますよ。結構800円とか600円とかでレンタル。そうなの？はい、してますしてます。レンタルだけ？レンタルだけですね。買えないんだ。買えないですね。買うのはもう DVD しかないのかな。ほらだからなんかその辺がね宝塚整備が甘いんですよ。円谷とかすごいよ。ウルトラサブスクやってんだから、ウルトラマン山ほど見れるサービス入ってますか？おお入ってる人がいた。お子さんにも英才教育を施すために。もちろんです。フェスとかも行ってこれ入ってると席。ああそうなんだ。すいませんね話して。そうこの間ウルトラマンの話でウルトラマン見てないって花澤君をちょっと責めちゃったんだけど、あれね円谷側にもちょっと責任とか要因があるというか、今でこそウルトラマンとか特にその戦隊ものプリキュアなんかもそうだけどもう矢継ぎ早にやってるんですよ。終わったら新作終わったら新作って。だけどウルトラマンってやってない空白の期間があって、それこそ2年3年とかもう長いともっと長くてっていう間に幼少期がハマっちゃった子はウルトラマンにこう触れないケースがあって、そういうねちょっと不幸な子供を生み出しちゃってるのは提供側にも要因があるのかなっていうね。僕の世代ですね。そう多分ねその空白の世代なんですよね。小さい時にウルトラマンの記憶はもうないんですよ。レンタルビデオで借りて僕は見てましたけど、再放送してました。それこそそれで僕とか。そうね再放送も結構頻繁にやってはいた。そうだから幼少期ずっとウルトラマンなくて中学生入ったぐらいで多分ティガが始まったんで、そうだから中学生ぐらいだとやっぱちょっとそういう特撮もんってもうあんま見ないんで。ちなみに奈良さんはウルトラマンは見たことありますか？ウルトラマンは実はハワイ版が好きで。ハワイ版？うちの祖母が結構洋画とかが好きでチャンネルとかが入ってたのかな。だから海外版があってそれをずっと見てたんです。ケンイチ海ですね。ケイン小杉がウルトラマンやってたんですよ。ケンイチ海。これウルトラマンパワードだ。オッケーオッケー。アメリカで制作してそう合ってた。ケイン小杉って知らなかったんですけどウルトラマンやってたんですね。やってた。じゃあ戦隊もんもやってるじゃないですか。戦隊もやってます。戦隊で好きになって忍者レンジャーでしたっけ？核レンジャー。核レンジャーか。で延長戦で多分見出したっていう感じですかね。たまにそういう戦隊ヒーローものとウルトラマン両方やってるっていうので話題になる役者さん、幸せな役者さんいるんですよ。他にもいるんですね。他にも何人かいて。制覇したみたいな。仮面ライダーですか？
そういうウルトラの特撮で、でもね、なかなかないことですよ。そのウルトラマンなりたいよね。日々こうゲームクリエイターに身を隠して。真の姿は。真の姿は。